今回の動画は2013年にアメリカで起きたある事件で、世界中が人はいつ死ぬのかを改めて考えることになりました。パブメドの論文や厚生労働省などの資料を読み込んで、日本と世界の違いが分かりました。ぜひ最後まで見てください。2013年12月、アメリカのカリフォルニア州、13歳の少女ジャヒー・マクマスが扁桃腺の手術後に突然の心停止を起こし、病院に運ばれました。数日後、担当医師が家族に告げました。ジャヒーは脳死状態です。医学的に亡くなっています。しかし、心電図の波形は動いていました。胸も動いていました。家族は受け入れませんでした。目の前で心臓が動いているのに、どうして死んでいると言えるのか。この事件は世界中に報道され、世界中の人々が同じ問いを持ちました。人はいつ死ぬのか。医師が死んでいると言えば、それで死んでいるのか。医学、法律、そして実際に世界で争われた裁判。その結末を追いかけます。ジャヒーの家族が感じた混乱は突発的なものではありません。20世紀の医療技術が急速に進歩し、人の生と死の境界が少しずつ変わっていった。その積み重ねの上に生まれた問いでした。1950年代、人工呼吸器が普及します。脳が機能を失っても、機械の助けで心臓が動き、血液が巡り続ける。それまで医学になかった状態が現れました。そして、1967年、南アフリカで世界初の心臓移植が成功します。提供を可能にするには、いつ死とみなせるのか。医学が明確な基準を示す必要が突きつけられました。1968年、ハーバード大学の委員会が世界で初めて脳死の基準を公式に提唱。ここが現代の脳死概念の出発点となりました。その後、この考え方は各国に広がり、法律やガイドラインが整備されます。医療の現場に合わせて、世界は共通の方向を模索していきました。しかし現在も、定義や運用の細部には国ごとの違いが残ります。ここから先は、その違いが実際にどのような影響を生んでいるのかを追っていきます。現代医学が定める死の確認方法は大きく2つあります。一つ目は昔から使われてきた方法です。英語で Death by Circulatory Criteria DCC。心臓の拍動が止まり、呼吸が止まり、瞳孔が比較に反応しなくなる。この3つが揃った時死亡が確認されます。2つ目は現代医学が加えた基準です。英語で Death by Neurologic Criteria DNC。日本語では脳死と呼ばれます。脳幹を含む脳全体の機能が完全に、そして不可逆的に失われた状態を医学的な死とみなします。心臓が動いていても、機械で呼吸を維持していても、脳がすでに機能を失っていれば、医学的にはなくなっているという考え方です。これがジャヒーの担当医が下した判断の根拠でした。2020年、世界の医学会が集まり、この考え方の国際共通基準がまとめられました。現在、70カ国以上でこの方法が正式に認められています。では、脳死はどうやって確認されるのでしょうか。2023年にアメリカの複数の医学会が共同発表した最新ガイドラインに沿って、そのプロセスを紐解きます。ステップ1、まず脳が機能を失った原因がはっきり特定できることを確認します。重篤な脳出血、交通事故による脳外傷など、原因不明では判定を開始できません。ステップ2、治れば戻る可能性がある状態をすべて除外します。薬物の影響、低体温、電解質異常、こういった状態は脳死に似た症状を出すことがあるため、慎重に除外します。ステップ3、どんな強い刺激にも全く反応しない深い昏睡状態にあることを確認します。ステップ4、脳幹が担う7つの反射が完全に消えているかを確認します。皮下器を当てても瞳孔が動かない、眼球が動かない、咳や嘔吐の反射もない等です。
ステップ5、人工呼吸器を一時的に外し、自力で呼吸しようとする動きがあるかを確認します。これを無呼吸テストと呼びます。呼吸しようとする動きが全くなければ、脳幹の呼吸中枢も機能していないと判断されます。そして必要に応じてステップ6として、脳への血流停止を CT などで画像的に確認します。これらすべてを複数の資格を持つ医師が確認して、初めて脳死と判定されます。決してスピーディーに行われるプロセスではありません。ここまで聞いてどう感じましたか？実はジャヒーの事件、続きがあって、医師は脳死と判断しましたが、法律には解釈の余地がありました。脳のすべての機能が止まることという条件がどこまで厳密に要求されるのか、法律は細部を定めていなかったのです。このギャップが家族が裁判で戦う余地を与えてしまった。後半でも少しだけこの話をします。先ほどのジャヒーの事件、その後どうなったか少し補足します。カリフォルニア州の法律に基づき、脳死と判定されたジャヒーは法的に死亡として処理されました。しかし、家族は認めず、生命維持装置を継続することを求め、裁判所に仮処分を申し立てました。脳死判定自体は覆りませんでしたが、異なる判定を下せる州に移送するまでの間、裁判所は生命維持装置を継続することを一時的に認めたため、ジャヒーは別の施設に移送されました。彼女が心肺停止によって亡くなったのは、それから4年以上後のことでした。これは例外的なケースでしょうか。2022年、イギリスでも同様の事件が起きています。12歳の少年、アーチー・バタースビーの事件です。意識不明の少年が脳死と判定された後、家族が判定に異議を唱えて、高等裁判所と控訴院で争われました。最高裁判所は審理を拒否し、国連の人権機関にも訴えられましたが、最終的に装置の取り外しが行われました。なぜ2つの家族は法廷にまで持ち込めたのでしょうか。法律が定める死の定義と医師が下す医学的判断の間に明確なギャップがあったからです。アメリカは1981年に統一死亡判定法を制定し、脳死と心肺停止の両方を死の判定方法として認めました。脳のすべての機能が止まることを脳死の条件としていますが、すべての機能をどこまで厳密に確認すべきか、法律は定めていませんでした。イギリスも心停止に加えて脳幹死を採用していますが、脳幹が止まれば脳全体の死とみなすという定義に対して、脳幹以外の機能が残っているのではないかという解釈の余地が残っていました。法律の言葉に余白がある限り、家族はもしかしたらという希望を持てる。そしてその希望が終わりの見えない法廷闘争へと家族を引き込んでいきました。死の定義は一つではない。この現実が実際の家族を今も苦しめています。この死の定義をめぐる議論は今も世界で続いています。アメリカでは1981年に作られた法律と2023年に医学会が更新した最新基準の間に微妙なズレが生じています。法律は脳のすべての機能が止まることを条件にしていますが、現代の医学的検査では確認できないごく一部の脳機能が残っている場合でも、医学的には死と判断されるケースがあるという指摘が出てきました。この矛盾を解消しようと、2021年から法律の改正審議が始まりましたが、宗教的、文化的立場からの反対意見が多く、2023年9月に改正作業は事実上停止されました。イギリスでも脳幹死の定義が本当に十分かという議論が続いています。脳幹以外の工事機能が残っている可能性を指摘する意見が出てきたのです。これがアーチーの家族に異議申し立ての論拠を与えました。日本では原則として心肺停止が死の基準であり、脳死は臓器提供の意思がある場合に限って
法律上の死として認められます。さらに、体外循環装置の進歩が新たな問いを踏んでいます。心臓が止まった後も、機械で臓器に血液を送り続ける技術が登場し、死の定義との矛盾の声が上がっています。これは医学だけで解決できる問題ではありません。法律、倫理、文化、宗教、社会全体で考え続けるテーマです。今日見てきたことをまとめます。現代医学が定める死の確認方法は大きく2種類。心肺停止による判定と脳死による神経学的判定です。脳死の判定は6つのステップを踏むとても慎重なプロセスを挟みます。薬の影響や低体温など回復できる状態を丁寧に除外した上で複数の医師が確認を重ねます。現在70カ国以上で脳死が法的に認められています。しかし国によってルールの細部は今も違う。アメリカ、イギリスでは実際の裁判がそのズレを浮き彫りにしました。医師が医学的に下した判断と法律が求める死の定義の間にある余白。それが家族に諦めなくていい理由を与え続けました。日本では脳死は全ての人の死ではなく、臓器提供の意思がある場合に限った法律上の死です。人はいつ死ぬのかという問いは、医学が答えを出した後も、法律、文化、宗教の視点から世界で問われ続けています。この問いに正解はまだありません。最後まで見てくれてありがとうございます。調べていて驚いたのが、日本の立場の独特さでした。世界中が脳死イコール人の死としている中で、日本だけが臓器提供をするときだけ脳死を死とみなすという構造になっている。臓器提供の意思が示されない場合には、医者が脳死状態であると判断しても、法的には脳死にならず、生命維持装置が動き続けます。一つ聞かせてください。あなたは脳死イコール人の死だと思いますか？コメントで教えてもらえると嬉しいです。次の動画では臓器移植の仕組みを解説します。チャンネル登録よろしくお願いします。